始まった。本年度のミュースバミコの旅行、はい。ということでね、はい。はい。始まっておりますがね。はい。はい。いかがですか？今年はエキサイティングですね、これ。だいぶエキサイトしております。いや、我々は、はい。一旦地球のどこにいるんですか？どこにいるの？みよいしおゃ。腹鳴ってた。いや、皆さん、今年はね、初めて旅行で、この3人で、日本を飛び出しましたね。しかも、スタッフさんもいないし、はい。助けてくれる人はいない中で、はい。美容スバビコで海外に来るという、そんなね、恐ろしいことをしておりますよね。いや、そうなんですよ。もうなんか結構スバルが頼りになるよね。あのね、スバちゃんすごいよ。うん。あんたなんか、道に迷ったりとか、ちょっとここどうするんだろうみたいな時に、スバが聞いてくる。Excuse me. Where? どこ最強。すごいよ。スバルのね、バイタリティがね、お腹いや、そう。もうお腹すいたね。じゃあ、なんか食いに行くか。マジ今からまあ今からなら間に合うか。まだ。お店も開いてるか。知識の未用者、ファッションのスバウ、そしてグッドヤミーだっけ、なんか。グッドヤミー。とりあえずそれ言っとけば OK。Thank you. ヤミーって赤ちゃん言葉じゃない。Sorry. この三人衆で頑張ってます。もう頑張ってねよね。頑張ってるよー。みよいちゃん、これどうやって圧縮すんの？ちょっと待って。爆発しちゃうか？遅い。そうだ。爆発しちゃうんですけど、ちょっと難しいこれ。圧縮袋全然できてない。そう難しい。もうみよちゃんがたくさん手配してくれたからね。そうだよ。今回の旅はもうすでに確信しているけれども、知識の未用者がいなければ、おそらく出発できてなかったです。出発、いやでもファッションのねスバルがねいることによって、やっぱりこのアメリカって言っちゃった。大空どうでしょうはご覧の配信を編集してお送りいたします。始まれよ、始まれよ。いやー、じゃあ、そんなさ、ホラ貝みたいなやつないから、別に。ホラ貝やめてね。ということで、チワースホラ貝見に来て、オージュレスバーン、そして、チワースおかみみよだようち。逆じゃねチワースエリートミカさくらみかんイエーイ我々、ちょっと今日はね、話したいこといっぱいありますね。うずしてます。よく無事に帰ってきたよ。いや、マジでそれ。本当にさ。それでは、我々ね、一体、どこに行ったか、みこさんの方から発表お願いします。我々が行ったのは、ドゥ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 ラスベガス。本当に事件しか起きなくて、無事に帰ってきたという事実があったからよかったものの、アメリカにいる段階でこの事実を伝えたら、キユーミンが泡吹いて倒れちまうんじゃないかってぐらい。いや、本当になんか、みんな今だから言うけど、今ここに我々3人入れること割と奇跡だから。彼があまりにも能天気だから、もううちが失礼なやつだ。能天気ってついに言ったぞ。ねえ、今までなんか言わなかったのに。スバルはちょっと英語できるから、まあ、任せとけみたいな感じだったし、まあ全然聞き取れなかったんですけどね。早すぎて何にも聞き取れなかったです。まず、スバルとミコチは、キャリーケースを預けるときに鍵の閉め方がわからなくて、二人とも。
白いね、柔らかいキャリーバッグはダメだということに気づいたわけ。だから妹さんが使ってるやつ使おうと思ってね、同じの買ったの。そしたらよ、なんか鍵がすごい厳重でよ。それがいいとこなんだよ。まあそれで空港で突然地べたにお店広げ始めて、二人で鍵の設定始めたんだよね。そうなんだよな。っていうところから始まったんだよね。みこがさ、みおちゃんのね、もう出発前にね、すごい印象的なのは、なんかみおちゃんがそわそわしてて、すげえぼそっと、海外行ったら変わっちゃうかも。価値観って言った時に、中華は何みたいな感じになって。その時から始まってたんだ、8話で。始まってたの。その次何が起きましたか？保安官検査場で、上着を脱げと言われ、で、うちは上着の下にタンクトップしか着てなくて、セクシー見ようになってしまうという。いや、まださ、日本にいるのにさ、しかも全然秋なのにさ、前チャックだったから、脱げると判断されて、上着は脱いでくださいねって言われて、なんかタンクトップだけどいいのかなってなったけど、おしゃれタンクトップだけじゃないよ、もうゴリゴリのタンクトップ。みおちゃんパって見たらもうプルンプルンなの、完全に。ちょっとセクシーでしたね。もう始まってんだよね、海外が。そうやっぱ露出ここからねしていかないと始まっちゃったね。スバルはさ、横で、アップね、スバルも上着脱げって言われたらなんかブラだったわ、とか言いながら通ってた。言い方考えてよ。言い方さ、もうちょっとさ、上のやつがいた。じゃあ入国審査の話しようよ。始まる前にさ、練習したよね。朝のテストのさ、もう激ヤバのさ、直前詰め込みみたいな。結果どうだったわけですか？ニコはボケトークで乗り切れた。そう。ファッションでヘラヘラしてたのずっと。ファッションでヘラヘラしてんの強すぎる。そしたら今回のその審査のおじさんはめっちゃなんか優しい感じのノリがいい人で、おや指仲指って日本語喋れてるみたいな。わおジャパニーズとか言って、親指中指Thank you ありがとうみたいな感じになったの。ポケトーク見せた瞬間ちょっと笑われたんでしょ。そう英語が喋れないのでこれで会話させてください。それを渡したらはぁはぁはぁみたいな。入国してまず食べ物でも買うかということになったんですよね。そこでね、まあ一悶着ありましたね。ミコはサンドイッチがいいなと思ってアボカドサンドイッチみたいな感じで注文して、おーやみたいな感じでそこ対応してもらってたんだけど、なんかアイスアルホットみたいな感じで言われて、ドリンクのことなのかな、アイスイエーとか言ってその後ろでスバルはやばいこれあっためのことだと思って「ホット!」って言ってるんだけど、ニコのアイスが通っちゃってそしたら何が出てきたんですか？めっちゃ冷え冷えのサンドイッチ。まあそれでも食べれるだろうと思って、冷えてるサンドイッチでも別にいいかと思って食べたら、なんかトマトがシャリシャリしてるんですけどってなってこれはさすがに食べれないなみたいな、店員さんとしてはこいつアイスマジかみたいな感じでアイス渡しててでスバルたちはまあもうしゃあないかな、まあこれも経験かと思ってたんだけど、なんかミコチが温めてもらうとか言い出して、そういやだってあまりにもシャリシャリだったからさ「ディースホット」今度女の人の店員さんで言ったら「何言ってんのこいつ」って感じになっててそりゃそうだろ。そしたら帰ってきたのが「彼はなぜ温めなかったのですか?」もうメグも焦っちゃって「ああノー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 ミーアイスミーアイスミーアイス」って感じで言ってああなるほどね、あんたがバカなだけねみたいな感じになってまあ普通は諦めるところを押し通すのはちょっとみこちすごいなって思ったな。いやすごいね、あそこのミコチに感銘を受けたスバルは圧勝負で負けちゃいけないんだっていうところを教えてくれたからそっから圧英語のスバルが始まったそっからかもそっからかな。なんか目ギンギンだったもんね、スバル。いや目をかっぴらちょっと決まってた。じゃあラスベガスにやっと着けました。ラスベガスがどういうところかというのを説明されましたね。
ラスベガスの空港から、はいホテルまでの送迎をうちは心配すぎて手配していたんですよ。穏やかな人たちだったんだよね。ねそうそうそう。その人にホテルまで送ってもらう過程で、でなんかいろいろ質問する中で急にみこちが「裏通りは行ったらどうなるんですか?」って聞き始めたそしたらなんて言われたんだっけ？さらわれますね。さらわれて、そしてまあバラされるかワンチャン売られますね。あまりにも今までおすすめのなんかレストランとか聞いてた流れのテンションと同じ流れで言うからみたいなちょっとよりねリアルでね震えちゃうね、さすがに。お若い女性ですからみたいな。なんか身を引き締めたようなマジ多分まずは誘拐されでますねみたいな。怖すぎる、そっからもうちょっとね3人ともヒュってなっちゃったんだよね。そうちょっとあそうだねね言葉数少なになっちゃったよね、びっくりしすぎてドキドキしちゃったかも。2部屋取ってたんだよね。そうなんかベッドがそのの3関係でねつながったから。うんそう。で、みおちゃんは一人の部屋で寝てて、みことすまちゃんは一緒の部屋だったの。食べたりとかして、まあ、一通りやったら、まあ、とりあえず、寝ますかってなったんだけど、うんちょっとみこすまが、あんまり寝つきが良くなくて。いやなんかね興奮しちゃったんだよね多分みこが最初に起きて、お腹空いたのね。そうそう無限にお腹空いてるだったんだけど、そう。スバルもお腹空いて目が覚めたのねまだみおちゃん寝てるだろみたいな時間だったからそう。ちょっと冒険行っちゃいますみたいな感じその間うちはすやすやでした。そう俺たちだけで飯を調達してミオシャをびっくりさせてやろうみたいななんかそういう気概があったんだよな。もうちょっと半分寝巻きぐらいの服装で、そうなんか修学旅行生みたいなのジャージみたいなそうそうそう。でもホテルの中とか結構いろんな施設が入ってて入り組んでるからまあ見れるところもあるだろうっつってうん見に行ってもう歩き回ったんだよね。そう2時間ぐらい。そう2時間散歩してたのでその歩き回る中でもうどんどん興奮してきちゃって見たことないことばっかりだみこちわーみたいになってこの店さ開いたらさ行こうよとかとか言言ってってめっちゃチェックしとこチェックとかそう言って自分たちが今どこにいるのかもわからないのにで帰れない途中なんか帰れなくなってそれそうこれやばいみこち今どこにいるかわかんないんですけどとか言ってで絶対こっちだよとか言うんだけどそしたらみこちが「いやあっち行きたい」とか言うから「うんいいよ」とか言ってそっち行っちゃうからまた余計わかんなくなるみたいなもうダメなんだよね。みこそばで歩かせるとこんな風になっちゃうんだと思ったんだけどで途中さ外に出るドアがあったんだよねそう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 ちょっと外行っちゃうとか言ってなんか俺たちなら行けるみたいな感じで外の世界見に行くぞっつってバーって行ったんだけどバーって外出たら前からめっちゃでかい海外の人がバーって歩いてきて誘拐されますよみたいなさらわれちゃうかもしれませんよ。うんちょっと帰ろうって言ってちょっと怖いかもって言ってホテルの中帰ったなんかみおちゃん LINE しても全然返事ないなってまだ象徴なんだけどまあ全然寝てました起こそうとしてて。旅行に行くと大体うちが一番最初に起きて、二人をそろそろ起きようねって起こす感じだったから、うんそうママが起きてこない状態の子供みたいになっちゃったんだよね。でも本当にさいつも起こしてもらってるからこれミオシャ死んじゃったってなっちゃったなんか殺すな。死ぬまではいかないにしてもなんかあったんじゃないかミオシャにってなったわけマジで心配しちゃってみそうこつぶがやそうばいかもとか言ってちょっと一旦戻ろうみたいな感じになってそうみおちゃんの部屋の番号ちょっとあやふやだったんだよね。そうマジで何号室だっけみたいなまあそりゃそうだよね。スバルはホテルの人になんか番号を聞きに行ってそこの部屋をノックしようはいはい、はい。でもみこちはもうノックして違うやつ出てきたらソーリーでいいじゃんって言われたのね怖い怖い怖い。そうにそうにまあソーリーって言えばいいがミオシャ心配だしってなってそうだみおちゃん心配なんだからだからトン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 ってやってそしたらみおちゃんがパンツ履いてないで上半身なんか上半身だけどみおちゃんがでパ
パンツも履いてない美容師が。何事じゃんみたいな感じで覗いてきたっていうね、ことがあったんだよ。そうみたいなね。世界を見た。世界あのでかさを見た話。世界を見た話ね。ここはどこでしょうか。でん。ドドーン。おいい写真ですね。ー、いいね、これは。これはどこでしたか。せーの。グランドキャニオン。行きました。結構遠い場所にあるんだなってことも知ったし。そう。これ見た瞬間にみこっちが「日本にとどまるのもったいねえ」とか言い出すんだけどそれ道中の歩く道みたいなところで見ずに言ってて「お前何も見てないのに何語ってんだ」みたいな。こんなに広い空で広い広大な土地見たらなんか日本じゃ味わえないから日本にとどまるのもったいねえな。っていうのをなんか道端のリスとか見ながら喋ってんの。お前まだでかさそんな実感してないだろ。もうだってさ、なんていうのかな、ドラゴンボールでもう悟空となんかすげえ強いやつがめちゃくちゃ戦いまくった土地みたいな。もうすごい。どういう例えだよ。聞いてた。川が作ったんですみたいな。ドラゴンボールって言ってなかったやん。なんでいきなりドラゴンボールとか言い出したんだよ。お前世界のでかさに驚愕して。これ放送でなんて喋るみたいな、何喋ってもアメリカマウントになっちゃうみたいな、なんかこのやっぱさ実物見た方がいいよとかになっちゃうよねみたいな話をねしてた日よね。本で見れる景色と全然違うから。はいはい。やっぱカメラとかじゃないんだよね。カメラに収まりきれなかったでかさだったらちなみに。ちなみにみこっちこんだけ喋ってるけど最後腹痛くなって先にね車に帰ってました。お腹痛いから先に車行ってるね。ラスベガスは綺麗なお姉さんが多かったね。ラスベガスの道端には写真を一緒に撮ったらチップちょうだいみたいな人がいっぱいいるんだよね。そう、我々は捕まったんじゃなくて捕まりに行ったの。自ら。出ちゃっいやもうさすごい良かったよ。た。スバちゃんがね結構乗り気で意外と。いやだってさすごかったんだよ。いやいやいや、やっぱ警官のシナジー感じたんかな。やっぱ次 GTA あるとしたら警察これで行くぞってずっと思って意気込んで言ってた。だってそうさこんなところでしかこんな写真撮れないじゃん。引っかかったんだよな。そう引っかかった。自ら引っかかったんだよなうちらが。すごいもうまさかおっぱいに挟まれた。気がついたらみこちゃん挟まれてた。そう、お姉さんが自ら挟んでくれたの、おっぱいに。挟んでくれててってなってミコもその時までちゃんと理性でね保とうと思ってたんだけどそっからもう大興奮して写真撮りまくってよ。そうでなんかお尻をミコに向けてきてよ。お尻のガーターのところにチップを挟んでよ選挙みたいなのでほっぺにチューされたっていう。おっぺにチューされた。もう最強だったね。本当にうちはおっぱいのところに挟まされた。ここみたいな感じで、おっぱいのところにみたいな。サービスすごすぎる本当に。で最後にムチがあるんですけど、それでケツを最後にねさよならの代わりに叩かれて。ド M 向けなのかっていう。なんかでもすごいここでしかできない経験だったよこれ。いやそうだ日本じゃこんなの味わえねえよ道そうだよ。だってお尻端でさ。ね叩いてもらえないじゃん日本だったらね。こんなのすごかったじゃんだって。まあちょっとね、はい打ってきたということでちょっとで打ってきた。ちょっとね、やりましたね、これね。ちょっと打っちゃった。めっちゃいかちいところに行ったんだよね。もうなんか軍事施設かこういうなみたいな。なんか最初車でさ向かった時にさ、戦車とかめっちゃ並んでるんだけどあれ軍事施設かなとか言って。ただそこにねやべえな連れてかれたんだよねそうそういや、そう。まあ3人でね椅子に座って待ってたんだよね。うんそしたらね何があったんですか。いやなんかその受付の時にパスポートを渡してって言われて、でパスポートケースパッて開いたの。そしたら、ないパスポート本当にどこにもないんですけど。
終わったんですけど。終わったんですけど。からの同時刻。ちょっと待って。よポッケに入れてた財布どこ行った？財布なくなっちゃった。ちょっと待って、2人とも落ち着いて。一旦探してみよう。絶対あるからパスポート。探してって言って探したんだけど、なかったんだよね。これ終わっちゃったかと思ったんだけど、まあでもここでへこんでてもね、もう銃を撃つ時間はここが迫ってるわけ。もう今受付しちゃってるから。そう、受付しちゃってるから、銃撃ちませんとか言えないわけだから、みんなじゃあ一旦まあ銃撃ちに行こうやみたいな感じになって。でもうさ、音がすごかったの。はい、耳栓とかして入ったんだけど、で、スマイルも結構ビビってたの。でも、後ろ見たらもうパスポートも財布も失った2人がわわわわわみたいになっててこんなん怖えけど俺が行くしかねえと思ってやりますって言ってで撃ったんだよね。スバルが1回目でねそうになってね。パスポートも財布も忘れてお通夜でさ、いや楽しいよこれっていうのを伝えたくてみんなこれガンここ楽しいから楽しみに行ったっていうそういうなんかみこっちとかさ不安になりすぎて途中でうちにギューとかして抱きしめて初めてでもお前が始めた物語だからなみこっちがずっとミオシャはねなんかすごいセンスあるみたいなね。いやなんかめっちゃ真ん中に当たってたみたいでそうユはめっちゃうまいみたいな感じの英語を言われてなんかイエーイみたいなそうグーでね最後じゃあミコチ打ちますってなってミコチも打ってるんだけどスバルから見てても銃口がちょっとね左向いてんの。で大丈夫かあいつと思って見てたんだけどでなんかミコチだけ異様に早く終わったんだよね。そこセンターみたいな感じで、オッケーみたいな。みんなそこに当ててるつもりも全然なかった。全然自分の目の前の的に当てようと頑張ってたんだけど、なんかそういうこと言われて何言ってんだろうと思って、最後1、2発ぐらい最後に打たせてもらって終わったの。だからなんかミコセミオートのやつドゥルルってやつなくて、そこなんかね取り上げられてミコチだけ終わっちゃった。マジで打った時にもうなんか満身創痍すぎて、なんかもう怖いんだけどもパスポートなくしちゃってるから、もうパスポートなくなってその時にちいかわのこうなったらもうねっていうのがめっちゃ流行っててそうこうなっちゃったらもうね打つしかないよね。あとあれねバイバイっていうのがパスポートバイバイこれ言うと諦めつくんだよ。すごい落ち込んでてもパスポートバイバイとか言ってなんかもうしょうがないかなみたいな気がになれるからなんかどこから流行りだしたのかミコたちの中でこの度の流行語アワードがこうなっちゃったらもうねとまるまるバイバイすごい流行ってる。それでじゃあ体験終わりました。まあ楽しかったねお疲れ様でした。じゃあホテルに帰ってパスポートを探そうかって言ってね。そしたらミオシャが急にあすごい弾薬が落ちてる拾ってこうとかして薬莢だ薬莢すごい薬莢が落ちてる拾っちゃおうとか言っていやもう絶対やめとけみたいな置いてけみたいなミオシャも財布さなくしてさ多分おかしくなっちゃうなんかどんぐりみたいに薬莢を拾い出してでやばすぎだろみたいなもううちは全部失っちゃったからさってずっと言ってちゃんとお財布分けてたんだよねみおちゃん準備万端だったから。そうちゃんとねその財布は簡易的な財布だったからカード1枚しか入ってなかったし、問題はねそこまでは大きくはなかったねうちの財布はね。いやいや大きかっただろう。何回スバルがセキュリティに行ったと思ってんの確かに財布をねなくしたとか言ってセキュリティにもしかしたら届いてるかもって言ってセキュリティに行ってねホテルのね、すげえ背の高いセキュリティのところで Excuse me I have a problem みたいなカウンターに顎乗せてな
そうで、そしたらここに記入してみたいなこと言われたんだけど、英語難しすぎるから「I am not good English please help me」とか言って、なんかそのセキュリティのお姉さんに書いてもらうのも手伝ってもらったんだよね。で「あーセンキュー」みたいな、また見つかったら連絡するねみたいな感じで部屋に帰ったんだよね。じゃあ次みこちのパスポートあったって言ったら、みこだけひっくり返す感じでね、いろんなとこ探したんだけど一向に見つからなかったの。だからもう絶望で部屋の真ん中でぼーっとしてたのよ。もう一回だけねセキュリティって聞いてみようよ今度はパスポートって言ってね。そしたら、さっきミオシャの時に対応してくれたお姉さんがいて「お前財布もパスポートもなくしたってマジ?」みたいな顔されて「No me not me she ってそしたらね、また別のねセキュリティの人が何か袋を持ってきたの。そうね、その中に赤いパスポートがあって、あったーみたいな。もう本当によかったよあれ。よかったよいや本当にあまりに奇跡的すぎ、やっぱさ海外だとパスポートなくしたら絶対戻ってこないって聞くし、もう絶対ないと思ってたの。もうしかもさ、ちゃんと落としてたっていう。何落としてんだてめえお前ふざけんなって何落としてんだよお前って絶対なくさないようにって思ってたんだけど、ホテルに着いた時に一回カジノ行ったやんか。だね。その時にパスポート最初に手にするのね、3人とも。そうそう、カジノやる時にね。で、2人に「はいどうぞこれすばにはいどうぞありがとうどうぞ」って言って渡したのは覚えてんの。なんか返されたパスポート、でも自分のパスポートをなんか入れた記憶がなくて、カジノだカジノで落としたんだ。お前本当によかった。今こうやって配信できてること奇跡だよ本当に。パスポートなくしたってさ、マネちゃんに連絡したらマネちゃんめっちゃ焦ってたもんね。そうだよ。いやマジでうちのマネちゃんもなんかヒュって声が出ました。いや一番ヒュって声が出たのは財布とパスポートなくしたってバトルフィールドで言われたスバルだよお前らっつってそうみたいなでもさ、みゆこことになった。思ったのこの旅でね、最大のやらかしをしちゃった時にさ、人間関係問われるなと思ってなんかもうスマちゃんとミオちゃんがこうなったらもうサンフランシスコ楽しむしかなくねみたいな感じでテンションになってくれたのがあまりに感動すぎて、俺もう本当に恩に着るよって思ったよね。こういう友達を持っててさって。マネちゃんに一旦戸籍謄本取ってきてもらおうか。そう戸籍謄本がないともうだからミコもさ、そのセキュリティの人に「Thank you thank you I love you I love you」って言いながらね、半泣きでねホテルに帰ったんだよね。いやそうだよ、スバルも感動しすぎてすげえチップ渡しちゃった「センキューセンキュー!」ってミコが満身創痍になって「わーやったわーわー」ってなってパスポート抱きしめてる間にスバルがすごい速さでなんか結構な高さのチップを「サンキューサンキュー」って言って手をガシって握って渡してたんだよ。まあうちの財布は見つからなかったんですけどね。でもそっからさミオちゃんがずっとさミオちゃんの財布はどこへ、でもうちはもう全部なくなっちゃったからってなんか空を見上げながら言うからさ「ミオちゃん大丈夫スバルたち買うよ!」とか言ってさそうそう代わりにねミオちゃんの分買ってもらったりとかそうこれこっちこれとこれ買ってもいいってさ、いろんなさマスコットのぬいぐるみとかさいっぱいさ抱えて持ってきてさいいよ全部持ってきな、みこちゃん買うからクレジットカードいやスバルも買うよまあでもねなんとか3人で乗り越えられたよ。でこの時からみこちがスバルもなんかあるかもねって言ったそうなんかこれぐずって言っててお前ふざけんなよみたいなお前が言うとマジになっちゃうからやめてよ。いやつばちゃんにはちょっと早かったか。これ絶対脱ぐわ。これ脱ぐわ。おっぱいをそんな自由自在に扱える人今まで見たことない。キーってなってたよね周りの人みんな。マジでスバルめっちゃケツも曲げてるぞやばい最後こんな不憫なことに遭うなんて。でうちはねカードをね何枚か持って行ってたんだよね。ただねちょっと後半の本当に終わりの方にカード使えなくなっちゃって
もうお金なくなっちゃった、使えなくなっちゃったってなったら、みこちが「いいよみこ、パスポート見つかったからみおちゃんのお土産買ってあげる」いやなんかスマちゃんがひたすら大丈夫だよみこちいろんなこと乗り越えてきたでしょ今まで活動の中で。だから絶対見つかる、大丈夫だよってめっちゃなんか謎の自信でめっちゃね説得してくれてて、みこに励ましてくれてて、でもなんかそう言われたら確かにいろんなことあんだけ乗り越えてきた。いやみこスマちゃんに言ったもん。スマちゃんが男の人だったらみこめっちゃメロメロになっちゃうレベル。みこすばが一緒に部屋にいるとすげえ腹減るんだよ。そしたらみこちが「みこカップラーメン持ってきたんですけど、スバもカップラーメンあるんですけど」でもそれ食べよっかみたいな話になったんだけど、ご飯前だったから「これ半分こうすればいいんじゃないの?」とか言って、それって最高じゃんみたいな会話で、じゃあカップラーメンを半分こしたらいいじゃん、ご飯前だけど。で食べようと思ったらなんかね辛そうなね粉みたいなのがあって、絶対辛いから入れない方がいいって言ってスバル言ったんだけど、いやみこちは大丈夫だと思うとか言ってなんか入れ出したのね。そしたら案の定めちゃめちゃカップラーメンが辛くなっちゃって、みこち辛いの食べれないからみこちカップラーメン食べれなくなっちゃったのね。だから言ったじゃん辛くなるよって言ったら、みこちがいいしもう一個のやつ食べるしとか言って半分こしようって言ってたの忘れて、それぞれ1個ずつカップラーメン食べ出したのね。美味しいじゃんうまっとか言って2人で食ってたら、別室のミオシャから連絡来て「2人ともこの後ステーキ食べに行くみよー」みたいな。あっていうことなんか完全にご飯前にお菓子食べることがお母さんにバレた時の子供の空気すぎて、ねえみおちゃんがやってきて、なんかここカップラーメン臭くない？今その一歩踏み出して扉を押し開けて大丈夫、その願いが近づくなんだ